こんにちは、ミッキーです。今回は有楽町銀座カフェ&グルメ5選2026年の初夏、進化を続ける有楽町銀座エリア。伝統ある品格と新しい感性が共鳴し合うこの街には、心まで満たしてくれるご褒美グルメが数多く揃っています。青く美しい絶景テラスや築地直送の本マグロを贅沢に味わう食べ放題。さらには保存食の概念を覆すヘルシーランチやシャンパンと楽しむ進化系天ぷら、そして高架下の洗練されたオイスターバーまで、えりすぐりの名店5つを詳しくご紹介していきます。ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、2025年12月に誕生したばかり、有楽町からラピスブルー東京。有楽町糸シア4階にありますラピスブルー東京有楽町店。店名のブルーは英語のブルーではなく、フランス語で青を意味する言葉。その名の通り、店内は上品な青を基調とした幻想的な空間が広がり、まるで海外のラグジュアリーラウンジのような雰囲気です。床には波のプロジェクションマッピングが揺らめき、その演出自体も幻想的。お昼も十分にいい空間ですけれども、特に夜は雰囲気抜群です。有楽町の街並みを望めるテラス席もあり、デートや記念日利用にもぴったりです。店頭および店内にはカウズの展示もあったり、芸術的な見どころも詰まっています。そんな記念日にもぴったりなこちらの店。記念日にはカレンダーが燃えてメッセージが現れるドラマチックなバーンアウェイケーキも大人気。都内で楽しめるサプライズを考えている方にとっても押さえておきたい一件です。また今回は通常のランチタイムに訪問してるんですけども、1日10組限定で楽しめる青の芸術をテーマにしたアフタヌーンティーも好評。青と白のコントラストが美しいマカロンなど、宝石箱のようなスイーツたち、キャビアを使った贅沢なセイボリーや厳選された紅茶のフリーフローとともに優雅な午後のひとときを約束してくれます。また通常のランチやディナーももちろんおすすめ。シェフこだわりのイタリアンビストロ料理とワインを楽しめる、まさに大人の隠れ家のようなレストランです。今回はアラカルトで注文してるんですけども、飲み放題のついた様々なコース料理も充実していますので、ぜひ食べログ等を事前にチェックしつつ、また人気店でもありますので、予約をして確実に訪問してみてほしいです。また食べログ等をチェックしていただきますと、クーポンも充実しています。例えば平日限定5時までの入店で使える2時間飲み放題プランなどは、なんと1000円でいただくこともできますし、テラス席限定のドリンク半額プランもありますので、ぜひチェックしてほしいです。さてこの日は2時間の飲み放題をつけてアラカルトメニューでいただいています。お通しでいただきましたのはオープンサンドスタイルでいただきますプロシュートのせ。早速プロシュートが乗ったお酒とぴったりなおつまみもいただけて、満足度が高い一品になっています。なおビールやワインを追加する場合にはプラス料金で500円かかりますので、飲み放題の際にはその分だけご注意ください。続いていただきましたのは彩り野菜のブーケサラダかぼちゃパウダー。まるで花束のような華やかな見た目に思わず写真を撮りたくなる一皿。色鮮やかな野菜がたっぷりと使われていて、シャキシャキとした食感が楽しめます。かぼちゃパウダーの優しい甘みがアクセントになり、見た目だけではなく味わいも上品になっていました。続いていただきましたのはタイのポワレ自家製クリームソース。こちらのメニューにつきましてはパンもついていきますので、ぜひクリームソースをつけつついただいてみてほしいです。皮目はパリッと香ばしく、身はふっくらと焼き上げられたタイのポワレ。自家製クリームソースはコクがありながら重たすぎず、タイの上品な旨味を引き立ててくれます。見た目も美しく記念日ディナーにもぴったりな一品です。
続いては厚切り和牛カツ赤ワインソース。見るからに贅沢な厚切りの和牛カツ。サクッと軽やかな衣の中にはしっとり柔らかな和牛の旨味がぎっしり。赤ワインソースの芳醇な香りとコクが絶妙でした。続いてはカニのトマトクリームパスタ。カニの旨味がたっぷり溶け込んだ贅沢なトマトクリームソース。濃厚でありながらトマトの爽やかな酸味も感じられ、最後まで飽きずに楽しむことができました。パスタにしっかり絡むソースが絶品で、思わず夢中になるようなそんな一皿でした。続いては焼きカマンベールチーズ蜂蜜漬け。表面を香ばしく焼き上げたカマンベールはとろけるような濃厚さ。添えられた蜂蜜をかけることで塩気と甘みのコントラストが絶妙です。ワインとの相性も抜群でした。そして最後のデザートはホムラチーズケーキ。仕上げの演出まで楽しめます人気スイーツ。香ばしく炙られた表面ととろけるように滑らかなチーズケーキのコントラストが魅力的です。ぎっしり詰まっているようなチーズケーキかと思いきや、スフレ状でとてもふわっとした食感になっていますので、その食感も楽しんでみてほしいです。濃厚でありながら後味は意外と軽やか。まさに食後のデザートにぴったりと言えるような一品でした。他にもいちごムースやティラミス、生チョコケーキなどもありましたので、気になるものを注文いただければと思います。ぜひこの極上空間でのひとときをお楽しみください。続いてご紹介しますのは、築地から笠川水産。2020年12月に誕生したお店です。築地場外の活気を感じながら、新鮮な海鮮をリーズナブルに楽しめる人気店笠川水産。お店の誇りは何といっても仲卸直営ならではの目利き。マグロ、ウニ、イクラを3本柱に、その日一番の個体だけを厳選しています。海鮮丼や本マグロを使ったメニューが人気の店なんですけども、平日ランチ限定提供しているお寿司の食べ放題が休日ディナーの時間帯にも解禁されたとのこと。今回はそんな極上の食べ放題をいただいています。もちろん食べ放題で本物の味を心ゆくまで楽しむのもおすすめですが、サクッと高品質な丼を味わいたい方には、ウニとイクラが丼を埋め尽くす極み煮種丼も大人気。ぜひあなたのお好みで楽しんでみてほしいです。今回は1階の活気あふれるカウンターでいただいているんですけども、2階にはゆったりとしたテーブル席も完備。築地散策の途中に喧騒を離れて落ち着いてお食事を楽しめる場所としてぜひチェックしてほしいです。さて、今回いただきましたディナー限定お寿司15種60分食べ放題コース。男性と女性で値段が変わっていまして、男性は8000円、女性は7000円です。お寿司はもちろんのこと、飲み放題付きなのも嬉しいポイント。ビールやハイボール片手に好きなお寿司を心ゆくまで堪能できます。さて、こちらはお店一番のおすすめ、マグロ。本マグロの大トロ、中トロ、赤身でいただいています。合わせていただきましたのは、こちら、あおさの味噌汁。お味噌汁も食べ放題と合わせていただくことができますので、常に傍らに添えつつ、お酒とお味噌汁とお寿司、交互に楽しめるのが個人的なおすすめです。今、手前に映していますのはホタテ。肉厚で甘みたっぷり、噛むほどに旨味が広がる贅沢な味わいになっていました。この後も様々なメニューを注文しているんですけども、先ほどご紹介したマグロ以外には、サーモンやブリ、マダイやボイルエビ、アオリイカ、エンガワ、シメサバなどなど様々な握りがありますので、ぜひ気になるものを存分にご堪能ください。そして特におすすめなのはマグロ。大トロは口に入れた瞬間にとろける脂の甘み。濃厚だけれども後味は重すぎず、思わずおかわりしたくなるような贅沢なネタです。中トロは赤身の旨味と脂のバランスが絶妙。本マグロならではの濃い旨味をしっかりと感じられます。そして本マグロの赤身はさっぱりしながらも味は濃厚。王道だからこその鮮度の良さが伝わるような一貫でした。そして軍艦メニューも注目。特に今映しています
ウニ軍艦とイクラ軍艦は1名様につき1貫限定。ウニ軍艦は濃厚でクリーミーな味わい。イクラ軍艦はプチッと弾ける食感と塩気がたまらない、そんな一品になっていました。さらに1名様につき1貫限定のメニューはもう一つ、こちらのうなぎです。ふっくら柔らかく、香ばしいタレの香りが食欲をそそる一貫。ぜひ忘れずに注文してみてほしいです。また数ある軍艦の中でもこちら、たっぷりネギトロが詰まったネギトロ軍艦は食べ放題でいくつもいただけます。お店自慢の本マグロを使った甘みがたまらない人気メニュー。海苔の香りとの相性も抜群でした。こんな感じで様々なお寿司をいただける笠川水産。十分に元が取れるようなボリューミーかつ新鮮なネタが注目でした。続いてご紹介しますのはイザ飯ディッシュ。銀座の喧騒をふと忘れさせてくれる緑豊かな都会の和室イザ飯ディッシュ。長期保存食を驚きの美味しさで提供するという世界でも非常に珍しいコンセプトの大料理です。備蓄食を日常にというテーマのもと、建築金物商社の杉田エースが手掛ける長期保存食ブランドイザ飯をベースに、プロのシェフがフレッシュな素材を組み合わせて極上のメニューへと昇華させています。保存食と聞くとどっか簡素なイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでの体験はその概念を根底から覆してくれます。例えばお湯も水も使わず食べられるパスタシリーズをアレンジした本格パスタなど、その発想の柔軟さとクオリティには目を見張るものがあります。店内は銀座6丁目の銀座ユニット1階に位置し、ふんだんに配された緑と木のぬくもりが調和した非常にスタイリッシュで開放的な空間です。またご覧のように2階に登っていきますと、日常のインテリアを彩るような様々な雑貨の販売もありますので、カフェでのひとときを過ごした後はぜひ2階に登ってこの銀座ユニットでの買い物も楽しんでみてほしいです。今回は夜に訪問していますのでご覧のような雰囲気なんですけども、お昼に訪問した場合には大きな窓から差し込む自然光が心地よく、友達との楽しいランチタイムはもちろんのこと、一人で室外で自分へのご褒美時間を過ごすのにも最適な銀座の穴場になっています。これからの夏の季節はご覧のようなジェラートもおすすめになっていますので、もちろんテイクアウトでいただくのもいいかもしれません。今回はテーブル席いただいているんですけども、機能的なカウンター席などもありますので、例えば仕事で立ち寄るための作業スペースとしても覚えておいてほしいです。そしてお店ではペッパーくんが出迎えてくれまして、注文もセルフオーダー方式。店員さんとの関わりも最小限になっていますので、忙しい日には特に嬉しいのかなと思っています。ご覧のように非常にメニューは豊富になっていますし、前菜、サラダ、スープ、サンドイッチ、いずれを注文した場合にも素材にこだわった安心安全かつヘルシーな料理をいただくことができます。なお、毎週月曜日のみは定休日になっていますので、その点だけご注意ください。なお、先ほどちらっと触れましたけれども、2024年8月にメニューを大幅リニューアル。ぜひその新しいメニューもチェックしてみてほしいです。そんなイザ飯ディッシュさんで今回いただきましたのは、リニューアルしてさらにファンを増やしています宇治抹茶ティラミス、そしてオーガニックコーヒーです。まず宇治抹茶ティラミスは2026年のアップデートでさらに濃厚になったという滑らかなクリームの層と宇治抹茶の心地よい苦みが口の中で絶妙に溶け合う、まさに至福のひとときを味わえる一品。甘すぎず素材の味が際立つ大人のための和スイーツに仕上がっています。またコーヒーは京都の老舗小川コーヒーの豆を使用したオーガニックコーヒーで、こちらのスイーツとも抜群な組み合わせになっていました。続いては日比谷から天ぷら天トラ東京ミッドタウン日比谷店です。日比谷ミッドタウン内にあります和モダンな空間で本格天ぷらと創作料理が楽しめる天ぷら天トラ。店内はジャパニーズブルーと白を基調に、木のカウンターが映える洗練されたデザイン。少し落とした照明にボサノバやジャズが流れ、まるでカフェのようにフラッと立ち寄れる居心地の良さが魅力です。そんな天トラさんで今回は春の彩り創作天コースを注文しています。
6500円で120分の飲み放題付きになっていますので、コストパフォーマンスもとても良いです。東京ミッドタウン日比谷といいますと、映画館も併設されていますので、話題作でありますマイケルだったりとか、プラダを着た悪魔、マンダロリアン&グログ、トイストーリーなどを見た後に訪れるのもいいかもしれません。さて、まず注文しましたのは前菜盛り合わせ。春らしい食材を少しずつ楽しめるスタートにぴったりの一皿。こちらを注文するだけでも満足感が高い、そんな一皿になっていました。続いては鮮魚とイチゴのカルパッチョ。フレッシュな魚の旨味にイチゴの甘酸っぱさが絶妙にマッチ。爽やかで軽やかな味わいは創作感がありつつもしっかりと完成度の高い一品になっていました。続いては名物のおでん大根天。だしをたっぷりと含んだ大根を天ぷらにした人気メニュー。外はサクッと、中はじゅわっと広がる旨味がたまらない、ここならではの一品です。天ぷらのお店ということもありまして、このおでん大根天以外にも様々な天ぷらがありますので、ぜひいろいろなものを注文してみてほしいです。そんな数々の天ぷらの中でも特徴的なものを取り揃えた創作天盛り。旬の食材や変わり種が並ぶ盛り合わせになっていまして、素材の組み合わせやオリジナルソースで一口ごとに新しい発見がある楽しさが魅力なプレートになっています。旬の食材を使っているということもありまして、季節ごとでまた変わってくるかと思いますので、今回は春の天ぷらですけれども、夏、秋、冬と変わっていく中でまた違った発見もありそうです。続いてはインパクト大な大エビ天。なんと 25cm 超えの発汗サイズ。プリッと肉厚なエビは食べ応え抜群で、噛むほどに甘みと旨みが広がっていきます。ボリュームがあるのでシェアしても楽しい一品。贅沢に独り占めするのもいいですけれども、一緒に添えていただくことができますハサミを使って切り分けていただくのも良さそうです。また最後の締めはそば。揚げ物の後に嬉しいさっぱりとした締めでコース全体のバランスを整えてくれるような一品です。またそばの後には本日のデザートをいただくこともできます。デザートも最後まで抜かりない仕上がり。レアチーズ風味のシャリシャリとしたチーズケーキにフルーツをたっぷり乗せて、さらにはアイスクリームをトッピングしたそんなプレートになっています。コストパフォーマンスがいいだけではなくて雰囲気も抜群なので、ぜひチェックしておいてほしいです。Sometimes you gotta pray for a victory. そして最後にご紹介しますのはオイスターバー&ビストロワーフ。有楽町駅すぐ、洞窟のようなアーチ空間が広がる非日常ビストロ、通称有楽町ワーフ。全国各地から仕入れる旬の生牡蠣食べ比べをはじめ、海と大地の恵みを掛け合わせた贅沢なビストロ料理が楽しめる人気店です。店内はモダンでスタイリッシュながらも落ち着いた雰囲気。デートや女子会、ちょっと特別な日の利用にもぴったりです。ご覧のように洞窟のような空間が広がっていまして、照明も落とし気味。プライベート感を味わえるのもこのお店の魅力の一つです。ここでの主役は全国各地の産地から厳選して届けられる新鮮な牡蠣。一年中その時期に最も美味しい旬の味を生で堪能できるのが最大の自慢です。産地ごとの個性を楽しめる山牡蠣食べ比べセットはまさに牡蠣好きにはたまらない贅沢な一品。ぜひそんなメニューも含めて楽しんでみてほしいです。もちろん魅力は牡蠣の食べ比べ以外にもたくさんあります。ご覧のように一品一品の完成度が高く満足感抜群。空間、料理、季節感、どれも満たしてくれるような有楽町で外さない一軒です。今回はディナータイムでの訪問だったんですけども、ランチタイムには大ぶりの牡蠣をサクッと揚げたジューシーな牡蠣フライランチも大人気。加えてランチ限定生牡蠣2ピースセットもありますので、そちらも組み合わせつつちょっと贅沢なランチにもご活用ください。そしてこちらの店はアルコール系含めドリンクも非常に充実。ペアリングも楽しみながら夜のディナーのひとときを彩ってほしいです。さてそんなワーフさんで今回はアラカルトで様々なメニューを注文。まずは季節の白桃とピンクグレープフルーツの桜サングリア。
加えてノンアルコールのリフレッシュハーバルを注文しています。今回の春の桜サングリア以外にも季節ごとのメニューが展開されていますので、訪問ごとに気になるものがあれば注文してみてほしいです。さて早速前菜から注文。右上はサラダリオネーズ。フランスの定番サラダでシンプルながら満足度の高い一皿。続いて右下はビストロのポテサラ。滑らかな口当たりで程よいコクと塩気が癖になる王道のポテサラ。続いて左手前は牡蠣と牛ハラミ。海の旨味と肉の旨味を一皿で楽しめる贅沢な組み合わせ。プリッとした牡蠣はクリーミーでミネラル感が抜群でした。また今回いただきました2種類のサラダに関しましては卵を使った映えメニュー。ぜひとろけていく黄身の様子も確認してみてほしいです。そして印象的だったのはテーブルチャージ。焼きたてのブリオッシュがついてくるんですけども、このブリオッシュも抜群に美味しかったです。様々な前菜等と組み合わせながらいただいてみてほしいです。さてこちらは見た目のインパクトも抜群な紅ズワイガニの濃厚グラタン。紅ズワイガニの旨味がギュッと詰まった贅沢グラタンで、酸味が刺さっているグラタンはインパクト抜群。とろっとしたクリームソースはコク深く、カニの甘みがしっかりと感じられます。表面のこんがり焼き目の香ばしさと中のクリーミーさのコントラストも抜群。寒い時期はもちろんのこと、通年食べたくなるような満足感のある一皿です。続いてはトリュフとカマンベールのチーズオムレツ。トリュフの芳醇な香りが口いっぱいに広がり、カマンベールの濃厚でクリーミーなコクが重なって贅沢な味わい。シンプルな見た目ながら素材の組み合わせでしっかりと印象に残る一品です。さてこちらは海と大地のごちそうパイ包み。こちらは1日限定5食のスペシャリテ。サクサクに焼き上げられたパイをナイフで割りますと豪華食材がぎっしり。それぞれの旨味が溶け合い、濃厚なマールソースが全体をまとめ上げるような贅沢な構成になっていました。そして食後のデザートは濃厚マスカルポーネティラミス。ドリンクとしましてはハーブティーとアイスカフェオレをいただいています。ハーブティーは白桃ローズヒップティーを注文。白桃の甘く爽やかな香りはデザートとの組み合わせも抜群でした。さて最後デザートはマスカルポーネティラミス。マスカルポーネのコクをしっかりと感じられる濃厚なティラミス。造形も美しく、一方で口に入れた瞬間にとろける滑らかさとコーヒーのほろ苦さのバランスが絶妙。甘すぎず食後でも全く感じないような仕上がりになっていました。さてここからはアフタートーク。日常のご褒美、どんな時に楽しんでいるというテーマです。今回はご褒美ご飯として銀座有楽町のお店をいくつかご紹介しています。特に日比谷エリアに関しましては映画を見た後に楽しむことが多いんですけれども、そんなご褒美時間を過ごすのにはぴったりなエリアがこの銀座有楽町日比谷エリア。特に6月にボーナスが入っていて銀座での買い物を楽しむ方もいるかと思いますので、そんなひとときの合間に今回のお店を参考にしつつ美味しいご飯で心も体も満たしていただければと思っています。そんな日常のご褒美ですけれども、皆さんはどんな時に楽しんでいますか？私は今特にボーナスがある会社ではないので、以前のように6月や10月にお金をドカッと使うことはしないんですけれども、特に友達だったりとか妻の誕生日に少し贅沢したり、あとは実家の両親の誕生日や父の日や母の日がある時にはちょっと贅沢なご飯に行くようにしています。親孝行というと聞こえはいいかもしれませんけれども、実際のところは私が食べたいご飯に行くという理由付けに使っているような気もしています。あとは残業が続いて疲れた週なんかに関しましては、金曜日にちょっと高めのレストランに行って楽しむなんてこともしています。とは言っても最近は平日であってもお店が混んでいることも多いので、なるべく予約を取って訪問するようにしています。ぜひ皆さんの過ごし方も教えてください。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。またインスタグラムでは最新の情報をお届けしていますので、そちらのフォローもお願いします。また本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。